さんこんにちは、旅するプロサーファーとして活動している高貫優馬と申します。初めてこの動画でお会いする方々も、たくさんいるかと思いますが、僕はプロサーファーとして、19歳から活動していて、26歳ではもう大会の現役を退いたんですけど、今はフリーサーファーとして世界中いろんなところを、転々と旅しながら、暮らしている、活動している、そんな感じです。サーフィンというものを通して、いろんな表現をしていくっていう形で、フリーサーファーとして活動してるんですけれども、今は北海道に来ておりまして、で何をしに来ているのかというと、車がたくさん並んでるんですけど、車を買いにこちらにやってまいりました。千葉県から北海道まで。でもう、3月なので雪もねだいぶ溶けて、路面も雪がない状態で走れるような感じになってるんですけど、今回僕が購入した車はですね、こちらです。そうマイクロバスを購入しました。今まではホンダのステップワゴンを乗ってたんですけど、このマイクロバスを購入して自分でキャンピングカーカスタム DIY ですね、もう自分で一から車の整備も含め、内装含め外装含め自分で作って、その車で日本中を旅しながらサーフィンを軸に旅をして、日本の文化とか食文化、伝統文化、いろんな文化に触れながら、そしていろんな人とつながりながら旅をするっていうことを今後やっていきたいと思っています。まずはキャンピングカーを作るっていうところからのスタートなので、その DIY の動画が、続くと思いますが、その後には日本を旅するっていう感じで、作りながら旅するっていう感じになるかもしれないです。やっぱり必要なものってこう旅をしながら分かってくるっていうところもあると思うんで、そんな感じでこの車をゲットさせてもらいました。車としては三菱のローザっていう、車です。マイクロバスの中で唯一、4WD、四輪駆動ですねのバスを作ってるのがこの三菱ふそうのローザのみということで、マイクロバスっていうとトヨタのコースターが一番ポピュラーだし、一番評価が高いって言われてるんですけど、僕は雪、今回の旅の中でもそうですけど、最近雪にはまったもんで、ちょっと雪山にも来れるバスじゃないと嫌だなっていうのがあったのと、あとは砂のところでサーフィンしに来てスタックして埋まるっていうのも嫌だったので、普通のバスじゃなくて四駆のバス、そして後ろは観音扉です。まだ雪積もってます。後ろは観音扉になっていて、今の状態だと、ここに車椅子を下ろすための、機械がついてます。そう、この車は身体障害者の方の、輸送車ということで、ここから軽く見えるんですけど、後ろから車椅子の方を積んでそこに固定してっていう感じで、席数もすごく少ないです。今 1,2,3,4,5 席しかついてないですね。ちょっと開けてみると、そうですね、こんな感じで、シフトはマニュアルです。で、よいしょよいしょ、もう声が響きますね。声が響く。で、車の車内の高さは、僕177センチで今ブーツ入ってるんで180超えてるんですけど、多分190センチ弱ぐらいあります。ただこのですね、車椅子を固定するためにここの床がフラットに作られてるんですけど、これのせいでこっちに立つとこういう状態になっちゃうんですよね。なのでまずは床を取り払って、っていうところから、もう床作りから始めていかなきゃいけないなっていう感じなんですけど、すごくさっぱりした車内で、エアコンとかも今後どうするかっていうのもありますし、シートもこんな感じで結構ねボロボロなんで、しょうがないですね。平成の10年代の車ですし、走行が23万キロですか、
23万キロ走ってるんで、まあこのぐらいやれてても全然おかしくないかなっていう感じですけど、この車に決め手っていうのがすごく足回りが綺麗だったんですよね。僕この車をウェブで見つけてから、こっちにも一度見に来て、緊急事態宣言が始まる前にこちらを見に来て、この車下見させてもらったんですけど、とにかく足回りが綺麗です。走行距離からは信じられないぐらい本当に綺麗だったので、これだったらっていう感じで決めさせてもらいました。で、気になるこの車の価格なんですけど、どのぐらいだと思いますかね。結構パッと見やれてる感じに見えるかもしれないですけど、相場がどんなに安くても100万を切るマイクロバスっていうのはなかなか出てこないっていう状況の中で、この車はなんと、税込み40万円っていう破格で、購入することができました。サイマ商会さんは、こういう、ね、あっちにも今バスが123台あるんですけど、一番左のバスも今42万円で出てるって言ってましたけど、本当キャンピングカーをカスタムしたいっていう方もすごく増えてるらしくて、僕もその需要にまさに乗っかってるわけなんですけど、そうですね、サイマ商会さんは完全に整備された車を売るっていうよりはオークションとかで落としてきた車を安く、出してくれる。で、整備とかその後の、車検ももちろんないですし、整備が必要な車もあるんですけど、それも自分でやるっていうような方にはもう本当にぴったりなんじゃないかなというふうに思います。なんでこの40万円で買ったマイクロバスを今後どのように改造していくか、頭の中ではイメージはあるんですよ。だいたいこんな感じとかこんな感じとか、海外でバンライフをしている方々のイメージっていうのも取り入れながら、でもせっかく日本を旅するんで和っていうところ、特に料理の中でもただ美味しい料理じゃなくて体にもいい料理とか食べるタイミングとか、そういうことにもすごく最近興味があるので、そういうことも、この YouTube を通して発信していけたらなっていうふうに思います。ご当地の例えば北海道だったら、北海道の日高昆布で出汁を取るとか、そういう土地土地にある、食文化っていうところをうまく僕の中でミックスさせながらやっていけたらなというふうに思うんですけど、それをやるためにもこのバスだったんですよね。バスじゃないとまず立って車内で立って料理ができる。この中にキッチンを作ります。このキッチンっていうイメージはもう結構ソリッドに描けていて、立って3つ口のコンロがあって、で冷蔵庫とかもちゃんとあってっていうところで、それをここの中に作っていくんですよ。今後面白そうじゃないですか。でも僕はもうワクワクしてとにかくしょうがない。僕の人生の中で今のところやりたいことの中の3つぐらいあるんですけど、そのうちの1つがこの、キャンピングカーを自作して日本中を旅する。そのうち世界とかも行けたらいいですけどね。これをフェリーに乗せて別の国に行ってこのバスで世界中旅するみたいなのもできたら最高ですけど、全てはつながっていて、自分で何かを作り上げるとか、木とかっていう木工ですよね。その人の向き合い方とかっていうところを、今後自分の人生の中でやっていきたいなっていうふうに思っています。なのでこのバスも、内装はメインに、廃材を利用して、木造で作っていきたいなというふうに思っています。でこれからこのバスを、福井県の、坂井市に運ぶわけなんですけど、フェリーに乗せて、福井県に運んでいきます。で福井県の、吉祥住建という解体業者さんが、僕の活動をサポートしてくださって、そこの、自動車工場を使わせてもらいながら、その会社で出た、廃材などを使わせてもらって内装を組み立てていくっていう風に、今後やっていきます。今は小樽市の小田森にいるので、このサイマ商会さんからフェリーに乗せてまずは移動していきたいと思います。今後もそうですね、今話したような感じで動画を作っていきますんで、もし、面白いなと思っていただけたらチャンネル登録、高評価などしていただいて、また次の動画を待っていただけると嬉しいなと思います。今後はもうバスをキャンピングカーにしていく DIY ガンガンやっていきます。ガンガン動画出していきます。そしていろんな面白い仲間も、サーフィンの、関連の仲間、サーフィンしないけどつながってる仲間っていろんな人が、動画に出てきてくれると思うんで、そんなところも楽しみにしていただけたら嬉しいです。というわけで
ずっとこんな喋りの動画になりましたけど、今後楽しいことやっていくんで、ぜひぜひまた見てください。どうもありがとうございました。よし、それでは初エンジン始動の儀を行いたいと思います。しながら回して、この辺も若干大丈夫かっていう感じはありますけど、結構ハンドルさんぐるぐる言うておりますけれども、こんな感じでいきたいと思います。じゃあリコメントしてありがとうございましたいきたいと思います。よし、じゃあ今後も僕の旅を見守ってください。よろしくお願いします。じゃあでは。